こんにちは、なおです。今回のテーマは簡単改造全塗装。使用するキットは鉄血のオルフェンズに登場するマンロディ。これを陸戦型のランドマンロディに改造したいと思います。これをこれにするんですが、足が違うだけといっても結構改造するの大変そうですよね。安心してください。今回はこれを使います。はい、MS オプションセット9。これにランドマンロディ用の足が入っています。なのでお手軽に改造できちゃうんですよ。それではまず素組みから始めましょう。上半身だけマンロディの説明書を見ながらサクッと組み立てます。はい、できました。次は両足。まずはパーツを全部ランナーから切り離して、はい、パーツ数が少ないのであっさり組み上がりました。股関節はマンロディから持ってくるみたいですね。武器も共通なのでこれも組み立てます。はい、ランドマンロディ素組み完了です。このフォルム可愛くていいですね。このキット、前腕と足にがっつり合わせ目が出るんですが、今回はしっかり消したいと思います。パーツを接着する前にまずは後はめ加工からやっていきます。まずはこのパーツ、すでに加工を始めてるんですが、足の関節パーツです。このパーツを上下に2分割して真鍮線接続にします。プラ板で隙間を埋めて、接着剤が乾燥したらだいたいこの辺りに真鍮線を通す穴を開けます。こんな感じでいいでしょう。左が加工前、右が加工後になります。これで後はめ加工は完了なので、2分割した片方を挟み込んで合わせ目を消します。このスラスターパーツも同じように2分割します。このままだと隙間からパーツが入らないので、隙間の周りを削っておきます。パーツの加工が一通り終わったら接着して合わせ目を消します。接着剤が乾くのを待つ間、別の作業を行います。ボディについているバーニアを加工します。まずはドリルで穴を開けて、市販のディテールアップパーツを内側から仕込みます。市販パーツを使うと簡単にディテールアップできるのはいいですね。前腕はフレームの接続ピンを切り落とすだけで後はめできます。この他に足裏が結構スカスカだったので、プラ板を貼って塞いでおきました。合わせ目消しが終わったらサフを拭いて合わせ目がしっかり消えているかチェックします。映像では結構しっかりめにサフを拭いていますが、合わせ目を消した部分だけにサフを拭くのもいいと思います。サフの乾燥を待つ間、別のパーツを加工します。腰のパーツに3つのバーニアがついているんですが、合わせ目が出るので接着します。このままだとヤスリがけが難しいので、真ん中1つを残して両端の2つを切り落とします。バーニアの合わせ目消しが終わったら再び接着します。内側の合わせ目は特殊な工具で削りました。この背骨の部分、肉抜きになっているのでスプリングを仕込んでそれっぽくしておきます。シリンダーは塗り分けをしたいので真鍮線に置き換えます。キットのままだと短いので真鍮線を少し長めに切り出して、フレームの方にも穴を開けてちゃんとつながってる感を出しておきます。ボディの合わせ目は消さずに断落ち処理をしておきます。はい、サフが乾燥したので合わせ目がしっかり消えているかチェックします。合わせ目がしっかり消えるまでこの工程を繰り返します。一通り工作が終わったら中性洗剤でパーツを洗います。パーツを乾燥させたら塗装に入ります。フレームは今回メカサフを使用します。オレンジで塗装するパーツは下地を兼ねたイエローサフでまずは塗装します。
基本色のグレーはメカトロウィーゴカラーのアッシュを使用します。なかなかいい色ですね。オレンジはエヴァカラーのバーミリオンがイメージ通りでした。基本塗装が終わったら塗り分けを行います。簡単な塗り分けはマスキングをしてラッカーで塗装します。テープはもちろんクレオス一択。曲線のマスキングはタミヤを使います。曲線に墨を入れたい場合はマスキングテープに沿って筋彫りを入れておくといいと思います。曲線以外のところは普通のもので大丈夫でしょう。塗り分けが必要ないパーツは墨入れを行います。グレーのパーツはブラックで入れます。ここで塗り間違いが発覚。これはオレンジで塗装するパーツでした。このまま塗ると塗面が分厚くなるので一度塗装を剥がしてしまいます。まだ若干塗料が残っていますね。もう一度きれいなペイントリムーバーですすげば落ちると思います。さっきマスキングをしたパーツの塗装が乾いたみたいです。曲面マスキングテープの実力はいかに。まずは黄色を剥がします。そしてはい、綺麗に塗り分けできました。このパーツは黒で墨入れします。幅の太いラインは墨入れ塗料だとうまく墨入れできないので、エナメル塗料のブラックをエアブラシで塗装しました。乾燥後にはみ出た部分を拭き取ります。ここは綿棒よりも折りたたんだティッシュだとうまく拭き取れます。はい、バッチリです。裏側はグレーのエナメル塗料で塗装して同じようにはみ出た部分を拭き取ります。足パーツの内側も結構見えるところなのでエナメルグレーで塗装しておきます。 HG の場合、装甲の内側を塗り分けるとぐっと完成度が上がります。墨入れの次はデカール。デカールは同じ種類のものを色違いで揃えておくと統一感が出ていいと思います。デカールを貼り終わったらガイアの艶消しクリアでトップコートします。はい、いよいよ組み立てです。ダボについた塗料は忘れず剥がしておきましょう。後はめ加工したパーツは瞬間接着剤で固定します。はい、というわけでランドマンロディ完成です。アニメのあのシーンが蘇りますね。このキットウェザリングしようかどうか迷ってるんですが、皆さんはどちらが好みですか？ぜひコメントください。この動画楽しんでいただけた場合は高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。